皆さんは殺人を立証する上で欠かせないものは何だと思いますか？古今東西、殺人の立証には遺体の存在が不可欠となっているんです。その原則はある悲劇によって定められました。17世紀のイングランドで一人の金持ちの地主が行方不明になるという事件が発生。遺体は見つからないものの、疑いをかけられた使用人ら3人が死刑に。ところが2年後、事件は予想外の展開を迎えるんです。なんとその行方不明の地主が家に戻ってきたんです。殺されたと思われた人が実は生きており、疑いをかけられた人は死刑になってしまったという悲劇すぎる冤罪事件。以来これを教訓に殺人の立証には遺体なければ殺人なしという原則が取られるようになるんです。ところが1986年のアメリカでこの原則が覆る事件があったんです。キャビンアテンダントのヘラ・クラフツが消息を絶った事件である画期的な判決がもたらされたんです。なんと遺体がないまま殺人が立証されたんです。文字通りこの世から消されてしまった女性ヘラ・クラフツ。遺体なきこの事件はいかにして解決されたのか。そこには名もなき名探偵の並々ならぬ努力があったんです。最近サブウェイの BLT サンドのフットロングばっか食べてます。ケンちゃんです。どうも闇みこです。普通ですね。私はいつも普通よ。今日なんて言ってた？なんかサブウェイって言ってた。サブウェイの BLT サンドに野菜大盛りでオリーブとホットペッパー入れてマヨネーズ。本日皆様にご紹介するのは遺体なしで殺人を立証したというヘラ・クラフツ事件なんです。今回ねご紹介する事件も警察がね頼りないんですよ。ただね救世主であるあるね探偵が出てくるんです。これねめっちゃかっこよくてですね、今回の動画を見てね皆さんもかっこいいと思ったらねどこがかっこよかったのかちょっとねコメント欄にね書いてみてください。まずはそもそもどんな事件だったのかその概要を見ていきましょう。失踪した CA。キャビンアテンダントヘラ・クラフツ39歳。デンマーク人のヘラは18年前200人中8人しか採用されない難関を突破し念願のキャビンアテンダントになりました。夫は航空機のアメリカ人パイロットリチャード。3人の子宝に恵まれながら世界中を飛び回るヘラは多くのキャビンアテンダントにとって憧れの存在だったんです。 CA いいわ。 CA いいっすよね。いろんな世界飛び回れるんでしょ。しかもあんなモテモテでいっぱい出張行けば出会えるんじゃない、CA の人、魅力的な CA と。出張していいですか？ロケ行きましょう海外に CA ナンパするために。いやそれはちょっと俺の競技に反するから大したことない競技なくせしてな遡ること34年前の1986年11月18日、アメリカ・ニューヨークの空港に降り立った仕事帰りのヘラは同僚の車に乗せてもらい空港から車で1時間半かけて帰宅するんです。颯爽と家の中へ消えていくヘラ。しかしこれが生きた彼女が目撃された最後の姿となってしまうんです。ヘラはこの日を境に連絡が取れなくなってしまうんです。そしてヘラの友達や同僚たちは次第にそのことが心配になっていきました。そこで同僚たちがヘラの夫リチャードに問い合わせてみるとこのような答えが。母親に会いにデンマークの実家に帰っている。しかしそうは言うものの数日が経過しても一向に帰ってこないんです。しばらくして再びリチャードに問い合わせてもその答えは親友とカナリア諸島に旅行に行っているに変わり、そしてついにはどこへ行ったかわからないになったんです。心配した同僚は警察に相談した方がいいと助言。しかし君は映画の見過ぎだよ、ヘラはじきに帰ってくるさと一蹴。ですが同僚たちはそんな言葉は信じられなかったんです。それにはある訳がありました。ヘラは常々周囲にこんなことを言っていたからなんです。私の身に何かが起こったら事故だとは思わないでね。リチャード怪しすぎるわよ少し。結構怪しい。友人たちは警察に行き捜査を行うように訴えます。ところが警察は全く乗り気ではないんです。その理由は冒頭で紹介した原則によるもの。遺体なければ殺人なし。警察は事件性を認めなかったんです。さらに理由はもう一つ。リチャードはパイロットの他になんと警察官でもあったんです。つまり警察は遺体もないのに同じ警察官であるリチャードを根掘り葉掘り詮索したくなかったんです。警察官もやってんのこいつ。そうなんですよ。実はね、僕もねちょっと最近知ったんですけど、アメリカね、副業で警察やれるんですよ。はい。地域警察みたいなもんかしら。なんか地元の消防団みたいな日本でいう。警察の消極的な態度に途方に暮れる友人たち。するとそこにある男が現れます。そしてその男は驚くべきことを告げるんです。ヘラはリチャードに殺された。必ず証明してみせる。ヘラは失踪ではなく夫のリチャードに殺害されたと言い切るこの男。一体何者なのか。実はこの人物、名前をキース・メイ
イヨウ、その職業とは私立探偵だったんです。彼がこの失踪を殺人事件だと断言するのにはある理由があったんです。行方不明になる前にヘラはメイヨウにある仕事を依頼していたんです。その内容はリチャードについて調査してほしいということ。ヘラは分かってたの？まあそうなんですよね。事件前に周りのね、人にもし何かがあったらこれを事故だとは思わないでねってこうね、周りに言ってたんですよ。怖っ、不気味ね。ヘラはね、聡明なんで事件の兆候をね読み取っていたんですよね。ではなぜヘラは名探偵にそのような依頼をしていたのか。3人の子宝に恵まれ CA とパイロットという絵に描いたような理想的な生活を送っているように見えたこの夫婦。しかしその実態はとんでもないものだったんです。ヘラは夫婦生活の中でリチャードに困り果てていました。彼も十分な稼ぎがあるにもかかわらず、なぜか子供たちの養育費は全てヘラの負担だったんです。このことはたびたび夫婦喧嘩の原因に。ですがリチャードはその度に暴力を振るいヘラを服従させていたんです。思いっきりクズじゃない。もうね、これで警察やってる時点でね、もう意味わかんないですよね。ほんとなんかアルゴメントに出てくる警察漏れなくクソなんですよね。ですがなぜリチャードは出費を渋るのか。ある日ヘラは偶然リチャードのクレジットカードの明細を見てしまいます。そこには驚きの実態がありました。高価なブランドのバッグ、貴金属、高級車などなど見覚えのない者たちが名を連ねていたんです。不信感を募らせたヘラはここでメイヨウとコンタクトを取り調査を依頼。私立探偵のメイヨウはリチャードを尾行し始めるんですが、そこで衝撃の事実をつかむんです。リチャードはなんと別のキャビンアテンダントの女性と不倫関係にあったんです。だろうな。だって思ったのよ、マジゴミくず野郎じゃない、マジで。なんかヘラに暴力でね金払わせといて、で自分のお金何に使ってたかっていうと不倫相手に貢いでたんですよ。最低。真実を知ったヘラは当然我慢の限界を迎え離婚を決意。そして裁判の準備を始めるんです。ですがまさにその矢先にヘラは行方不明に。メイヨウは確信します。ヘラの失踪にリチャードが関与している。そして独自捜査を開始したんです。いやメイヨマジで頑張ってほしいよ、私たち女の子の敵をねぶちのめしてほしいよ、本当に。とは言ってもね、私立探偵なんでね、警察のように逮捕権とか捜査権っていうのはねこう正式には持っていないんですよね。そしてヘラの遺体も見つかっていないという状況で、そもそも事件に立証するっていうことすらね難しいですよ。こんな状況の中でメイヨウはいかにして殺人を立証するに至ったんでしょうか。メイヨウの独自捜査。私立探偵のメイヨウはまず最初に家政婦のマリーに聞き込みをしました。ヘラの失踪後に何か変わったことがないか。そう聞いてみるとこんな証言があったんです。リチャードがヘラの寝室のカーペットの一部を切り取って捨てていました。灯油をこぼしてシミができたからというのが理由でした。これだ。すぐにメイヨウはピンときます。ヘラ殺害時についた血のシミに違いない。これを入手できれば絶大な証拠品になります。ところが問題がありました。そう、家政婦が言ったようにそのカーペットはすでに捨てられていたんです。じゃあもう意味ないじゃない。意味なくない。もうここでね、諦めないのがメイヨウなんですよ。そこでメイヨウはなんとこのカーペットをゴミ集積所の中から探し出そうと決意。数名のアルバイトを雇い自らも作業に入ります。凄まじい悪臭の中、非常に広い集積所のゴミを掘り返してカーペットを探し出す作業はまさに地獄の重労働。作業をすること数日、ついに目的のカーペットを発見するんです。そこには思った通り人間の血のように見えるシミが。すごいじゃない、もうドラマみたいな展開。いやそうなんですけど、ここでね問題になるのは、このカーペットについている赤いシミがこの先のね展開の手がかりになるかどうかってところなんですよね。カーペットはメイヨウによって法医学のプロのもとへ持ち込まれ詳細な分析が行われました。そして分析の結果、シミから血液反応は出なかったんです。劣悪な環境下で何とか見つけ出したカーペット。しかし非常にもその努力は手がかりには結びつかなかったんです。なるほどね。シミはただのシミだし、シミついたらカーペット変えたいもんね、普通にね。普通の主婦の感想ですそれ。でも実際ちょっとね今回トローに終わったとはね思えるんですけど、後々ね執念の捜査がね実を結ぶことになるんです。法医学のプロを巻き込んだメイヨウの奮闘ぶりは地元警察の上位組織であるコネティカット州警察にも知れ渡ったんです。これが功を制し、ヘラ失踪事件は州警察の管轄に移行。遺体がないということで真剣に捜査がされなかったこの事件はいよいよ本格的な捜査の対象となったんです。ところがね、依然として遺体がないっていうねこの不利な状況っていうのは変わらないんですよね。そんな中で州警察は一体どのようにして捜査を進めていくんでしょうか。次なる一手。
通常の殺人事件では遺体や現場に残された手がかりから犯人像を絞り込みます。では遺体が行方不明である今回の事件は一体どのように解決の糸口を見つけ出せば良いのでしょうか。ここで州警察は非常にシンプルな手法を採用するんです。直接リチャードに対して取り調べを行ったんです。シンプルすぎるわよ、仮にね、リチャードが犯人だったとしてもこんなんじゃ自白しないでしょ別に。まあそれはそうなんですけど、まあね、州警察ねここでね、秘策をね持っているに決まってるんですよね。州警察は取り調べにある装置を使いました。それがこちら。その名をポリグラフ。取り付けられた人の呼吸や脈拍、皮膚の反応などから感情の動きを検知できるというもの。いわば嘘発見器なんです。このポリグラフをリチャードに取り付け質問を投げかけます。ヘラは今どこに？知りません。ヘラの行く先の説明がコロコロと変わったのはなぜ？妻の行く先を聞かれて知らないと答えたくなかったからです。どの質問に対してもポリグラフは不動。リチャードは犯人ではないということなのか。実は州警察の作戦には落とし穴があったんです。リチャードはかつて CIA の極秘ミッションのパイロットだったんです。その頃敵に捕らえられても口を割らない特別な訓練を受けていました。そのため警察のいかなる質問に対しても心を無にして回答することができたんです。いやいやリチャード手強いよねこれね。もう嘘発見器ってそもそも信憑性ってあるの？時代によると思うんですけど、ちょっと嘘くさいですよね。なんか大体ね、呼吸法とかで突破されるし、ちなみに日本ではね使用はね禁止されてるんですよ。はい。今回もね効果なしという結果に終わったんですけど、そこでね州警察はね堅実な物的証拠集めにね専念し始めるんです。ガサ入れ。州警察の次なる一手は物的証拠を集めるためのクラフツ家の家宅捜索、つまりガサ入れを行うこと。まずは家の床などにルミノールと呼ばれる薬品を噴射。これはルミノール反応と呼ばれる操作方法なんですが、仮にきれいに拭き取った後でもルミノールをかけると血痕があった箇所が発光するんです。この調査の結果はどうだったのか。なんとかなりの発光が見つかったんです。つまりヘラは家の中で大量に出血していたということ。ところが他にそれ以上のものは何も発見できず、ヘラの遺体はおろか手がかりらしいものは何一つ出てこなかったんです。これって殺害はさ、家の中で犯行行われたっていうことかしらね、これね。まだね、そのリチャードに対して明らかにその殺害を犯したとこまでは言えないんですよね。もっとね、決定的な証拠が必要なんですよ。尋問もガサ入れも空振り。捜査は暗礁に乗り上げました。しかしここで起死回生となる驚きの証言が寄せられたんです。証言者はヘラが行方不明になった翌朝に自宅から車で15分ほどのところにあるゾア湖の湖畔で除雪作業をしていた男性。なんとそこで怪しげなトラックを目撃したというんです。そのトラックにはウッドチョッパーという木材や枝をチップ状に細かく粉砕する大型の機械が積まれていたんです。その日はかなりの吹雪。トラックの運転手はそんな時にわざわざ何をしていたのか。このあまりに奇妙な話を聞いた州警察はすぐさまゾア湖へと直行したんです。遺体なき殺人ヘラクラフツ事件はいよいよ大詰めです。事件解決の糸口になったのは一体何だったんでしょうか。州警察はゾア湖周辺を捜査すると、岸辺にウッドチョッパーを使ってできたチップ状の木片の山が。もう怖いわ。なんか想像つくけど怖いわ。その山を注意深く見てみると、木片とは異なる何か異物が見え隠れしていたんです。そこにあったのは肉片およそ 85g、 骨の破片、赤色のマニキュアが塗られた指の爪や歯、そして金髪の髪の毛2660本。そう、木片の中に隠されていたのはなんと粉々になった人体。特に歯が見つかったことは最重要視されたんです。なぜなら当時は歯の治療痕などで身元を特定する方法が DNA 検査よりも精度が高かったから。分析を行った州警察の検視局は高らかにこう宣言しました。ヘラクラフツの治療痕と一致。我々はここにヘラを発見した。これでリチャード捕まえれんじゃないのこれ。そうなんですよね。もう一歩なんですけど、リチャードがねゾア湖まで行ったっていう証拠はねまだないんですよね。なのでリチャードがねヘラをね殺した決定的な証拠がまだ必要なんです。捜索の手はさらにゾア湖の水中まで。するとあるものが発見されました。それはなんとチェーンソー。刃の部分からはヘラの血液や髪も検出。ところがチェーンソーの指紋は全て拭き取られており、リチャードのものである痕跡は一つも見つからなかったんです。そこに現れたのが探偵のメイヨー。実は彼は生前のヘラから一つの箱を授けられていました。その中にはリチャードの部屋からかき集めた書類や手紙などがぎっしりと。そこからメイヨーはあるものを発見。それはなんとチェーンソーの領収書。
そこには湖で発見されたものと同じシリアルナンバーが記載されていたんです。思わず名誉はこうつぶやいたと言います。ヘラさんありがとう。1987年1月、執念の捜査が実り、リチャードはついに逮捕。この事件は世界中で遺体なき殺人としてセンセーションを起こしました。そしてリチャードに下された判決は懲役50年。これはコネティカット州で遺体なき殺人に下された史上初めての有罪判決となったんです。いやもうかっこいいっすよね、名誉マジでね。皆さんもね覚えてますか？アルゴメトリーでね昔紹介した難事件をね解決したね名探偵いるんですよ。あれいたわね、はい、これ覚えてたら完全にメトラーね。そうっすね、もうねメトラーだと思う人はねチャンネル登録お願いします。